こんにちは、東京ベジライフのなつきです。今日はもうこれ以上ないっていうぐらい手抜きなんですけど、ヘルシーで美味しくできるカレーの作り方をご紹介していきます。で、早速作っていきたいと思うんですけれども、今日メインの食材として使用するのがこちらの冷凍の玉ねぎです。玉ねぎは冷凍保存しておくと繊維が壊れて甘みがアップするだけではなくて、生から加熱調理するよりも早く火が通ります。で、こちらの玉ねぎをブレンダーの中に入れていきます。今日はバイタミックスというハイパワーのブレンダーを使っていきますので、玉ねぎ冷凍したままかけていってしまうんですけれども、もし普通のブレンダーをお使いの方でちょっとパワーに心配があるなっていうことであれば、玉ねぎを少し解凍してから使ってください。大きめの玉ねぎ5分と、あとはホールトマト缶のトマト2個入れます。今日はトマト缶を使っていますが、生のトマトを使っていただいても大丈夫です。にんにくと生姜1かけずつを入れたら、少しお水を足してブレンダーにかけていきます。途中で必要に応じて少しお水を足しながら滑らかになるまでかけていきます。そこまですごく厳密に滑らかになるまでやらなくても大丈夫なので、お野菜の粒々が、玉ねぎのね粒々が少し残ってるぐらいでも大丈夫です。で、こちらをお鍋で煮ていくんですけれども、まず最初にスパイスをから入りしていきます。スパイスは今日クミンシード、フェヌグリーク、グリーンカルダモンを使っていきますが、クミンシードだけでも大丈夫ですし、お好きなお家にあるスパイスを使ってみてください。今日はヘルシーにオイルフリーでということで、スパイスをから入りして香りを出していくんですけれども、より濃厚に仕上げたいという方はオイルを最初に入れてもらって、オイルとスパイスを炒めていただくという形でも大丈夫です。スパイスの香りが立ったら玉ねぎを入れてパウダースパイスを加えていきます。今日はターメリック、ガラムマサラ、あとはお好みで唐辛子の粉を少々加えてください。味付けのお塩、パウダースパイスがお家にない方はカレー粉を使っていただいてもいいと思います。蓋をしてひと煮立ちさせたら、弱火にして具材を入れていきます。今日は冷凍して保存してあったひよこ豆の水煮と、あとインゲンを加えていきますが、根菜やカリフラワーなどお好きなお野菜、お豆を使ってみてください。あとは弱火で汁気がほとんどなくなるまで煮込んでいきます。カレーを煮込んでいる間にご飯も炊いておきましょう。私は最近玄米、スチールカットオーツ、キヌア、高きび、小豆をブレンドした雑穀米を食べています。インドのバスマティライスとももちろん合うのでおすすめです。いかがだったでしょうか。今日はこれ以上ないくらい手抜きで簡単にできるのに、とっても美味しくてヘルシーなオイルフリーのカレーの作り方をご紹介しました。通常のカレーは玉ねぎを炒めるのに時間かかったりしますが、玉ねぎを冷凍保存しておくと簡単にできるだけではなくて、火をつけてから放っておけるので暑い夏にぴったりですね。具材もいろいろなバリエーションで試していただければと思います。今日もご視聴ありがとうございました。それでは See you next time!